歴史好きが集まる古本喫茶カフェレミニス。店内に飾るコレクションは毎日入れ替えてお客さんをお待ちしています。8月15日は終戦の日として知られています。終戦にまつわる歴史資料を持ち寄って紹介し合う会を開くことにしました。いらっしゃいませ。こんにちは、春日さん。こんにちは、神田先生。今日はいらっしゃると思いました。はじめまして、岩崎です。日本史の動画を配信しています。日本史探求チャンネルですよね。よく拝見してます。それでは皆さん来られたようなので始めますね。まず私が用意したスライドを見ていきましょう。1937年、中国と戦争状態に入った日本は、戦いが泥沼化する中で、アメリカとの対立を深め、1941年、アメリカ、イギリスへ宣戦布告、太平洋戦争が始まりました。当初日本は、アジア、太平洋各地に戦線を拡大しましたが、ミッドウェー海戦で大敗し、ガダルカナル島を撤退して以降、戦局は次第に悪化。1944年のサイパンの戦いに敗れた後は、本土への空襲が本格化しました。米軍の本土上陸が現実的に考えられるようになった44年秋以降、皇居や大本営、政府中枢を、長野県の松代に移転する計画が進められていました。いわゆる松代大本営ですね。米軍の上陸は、南九州または関東と予想されたため、45年4月に東日本の防衛を担当する第一総軍、西日本を担当する第二総軍が新設されました。4月1日には米軍が沖縄本島に上陸を開始。多くの一般住民を巻き込む激しい地上戦が行われました。こうした中、7月26日、アメリカ、イギリス、中国の首脳によって、日本に対する降伏勧告が発表されました。ドイツの都市、ポツダムでの会談の会期中に発表されたので、ポツダム宣言と呼ばれます。ソ連を仲介とした和平交渉に望みをかけていた日本政府は、これを黙殺する対応を取ったのですが、これが連合国側では拒絶と受け取られました。そして8月6日に広島、8月9日には長崎へ原子爆弾が投下されました。さらに8月8日にはソ連が対日参戦を表明し、9日から満州、11日から南樺太に侵攻を開始しました。こうした状況下、日本はポツダム宣言の即時受諾に動きますが、その条件をめぐって議論が紛糾します。結局、8月10日、8月14日の2度の御前会議で、天皇自ら判断を下す形で降伏が決定しました。ここからは、私が用意した資料があるので、見てもらえますか。今おっしゃった14日の御前会議の後、閣議を経て作成された終戦の詔書です。耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、という一節などが有名ですよね。この詔書はいろいろ特徴的な点があります。このように行間に文言を書き足したり、紙を削って上から書き直したりした箇所があるんです。こうしたことは普通行いません。清書し直すのではなく、こうやって修正をしたというのは、それだけ急いでいたということでしょうね。また、本文の後には魚名の辞書、魚字の押印がされますが、その魚字が文字にかかっています。これも異例のことと言われます。普通は、魚字のスペースを取るため、本文の最後は3行で収まるように調整して書かれるんです。なるほど。最後に閣僚全員が署名をすることで、公文書として完成します。そして直ちに連合国側へ、中立国スイスを通じて、ポツダム宣言受諾が通知されました。一国を争う状況の中でも、
終戦という国家の意思決定を公文書にする必要があったんですね。そうですね。ですが、ポツダム宣言受諾に反対する一部の軍人が、この日の深夜からクーデターを試みました。これは中心人物の一人、陸軍中佐、竹下正彦が記していた日誌の写しです。ここには、皇居を占拠して天皇の意思の変更を待つなどの計画が書かれています。実際、クーデター勢力は、一時的に皇居と外部の連絡を遮断しました。その際、15日に予定されていた玉音放送を阻止しようと、録音版も探し回りました。結局、クーデターへの支持は広がらず、収束しました。そんな事件があったんですね。録音版も無事でした。そして15日正午、終戦の詔書を天皇が読み上げるラジオ放送、いわゆる玉音放送を通じて、国民に終戦が伝えられました。現在もこの日が終戦の日として広く認知されていますね。私の方で用意した資料はここまでです。ありがとうございました。でもこの後もまだ、いろいろな交渉が続いていくんですよね。そうなんです。私、この先の資料をデータで持ってきました。これは8月16日以降、連合国軍最高司令部と日本の間でやり取りされた電報の記録です。日本からは全軍に即時停戦命令を出したことを知らせたり、満州などで続いているソ連軍の攻撃停止を要請したりしました。一方、連合国軍最高司令部からは、フィリピンのマニラにある司令部へ、日本の代表者を派遣するよう指示がありました。降伏と占領の準備のためです。連合国軍側は、日本の施設が使用する飛行機や航路も指示しました。武装を取り外した飛行機を白色に塗り、遠くからも見えるよう、緑色の十字を描くように指定されました。また、無線電話で逐次連絡が取れるように準備させています。飛行ルートは、九州南端の佐多岬を経て、米軍支配下の沖縄、伊江島に向かい、そこで米軍の飛行機に乗り換えることになっていました。使節団に選ばれたのは、陸海軍と外務省の幹部で、陸軍中将の川辺虎四郎が全権となりました。しかし当時はまだ、停戦命令に反発している部隊がありました。厚木の海軍航空部隊です。事前に緑十字機を試験飛行したところ、同部隊の戦闘機に追われたとの情報もありました。あえて使節団を狙ってくるんじゃないかと警戒しますよね。そこで、厚木から離れた千葉県木更津の飛行場が出発地として選ばれました。19日朝、使節団17名は2機の飛行機に分乗して木更津を出発。襲撃を恐れて大きく南下し、レーダーを避けるため超低空飛行で佐多岬に向かったそうです。伊江島に着いた一行はほっとしたでしょうね。使節団一行は伊江島で米軍機に乗り換え、その日のうちに無事マニラに到着しました。マニラでは19日夜と翌20日午前に会談が開かれました。米軍の進駐に際して使える飛行場や兵力などの情報交換、スケジュール調整などが行われたようですね。また、川辺たちには他にも重要な使命が加わりました。連合国軍側から手渡された3つの重要文書を日本に持ち帰るというものです。これはその日本語訳です。その一つが、天皇から国民に対する布告文案。ポツダム宣言受諾の事実を伝え、戦闘停止、武装解除に従うべきことなどが書かれています。二つ目は、日本が連合国に対して正式に降伏することを明記した降伏文書の文案。三つ目は、大本営から日本軍に対する降伏命令の文案です。連合国側としても、日本に降伏を確実に受け入れさせるために、必要な手続きを進めようとしたんですね。会談を終えて、手渡された書類を持ち帰るべく、使節団は急いで帰国することになりました。
行きと同じく伊江島を経由するのですが、ここで不測の事態が起きました。日本の飛行機が1機故障し、伊江島からは施設の一部だけが帰国することになったのです。そしてさらなる不幸に見舞われます。なんと燃料不足で20日の真夜中、静岡県鮫島海岸に不時着してしまったのです。それは大変ですね。一刻も早く帰る必要があったんですよね。米軍の先発隊が26日に進駐することになりましたので、その情報を早く伝えて準備する必要がありました。鮫島海岸に不時着した一行は地元の人の協力も得て、なんとか浜松に移動して近くの飛行場にあった飛行機を修理して調布飛行場に向かいました。そして21日朝8時過ぎに調布飛行場に到着。総理官邸に向かい会談内容を報告、文書も無事に渡すことができました。使節団の東京到着は飛行機事故で遅れたことも含め、連合国軍最高司令部にも電報で伝えられました。緑十字記の話、とても興味深かったです。ちなみになんですが、ハワイの日本語新聞、ハワイタイムスにもマニラ派遣使節団が写真入りで報じられています。ハワイの日本語新聞ですか。日本人移民が多いハワイでは、従来から日本語新聞が発達していたんです。ハワイタイムスは戦時中は検閲のもとに発行されていて、英語紙面と半々程度でした。アメリカではこの使節団に大きな注目が集まっていたんですね。それではここから私の方で集めた資料をご紹介しますね。使節団の帰国によって米軍の第一次の進駐計画が日本に伝えられました。それによると直近で8月26日、米軍が関東地方に到着する予定でした。そこで日本側は米軍との衝突の絶対防止を方針とし、25日12時までに所要の部隊と一部兵力を除き陸軍を指定区域外に移動させる命令が出されました。またその後鹿児島県の鹿屋付近への進駐も予定されていたので、30日を期限として同様な移動命令が出されました。関東地方は特に時間の余裕がないですね。ところが台風の影響で進駐予定は2日遅れ、アメリカ艦隊が東京湾に入ったのは8月28日でした。そして30日には連合国軍最高司令官のマッカーサーが厚木飛行場に到着。9月2日、東京湾に停泊する戦艦ミズーリの艦上で降伏文書の調印が行われました。その原本の画像をインターネット上で見ることができます。これもカラーで見ることができるんですね。署名しているのは、日本側は外務大臣の重光守と参謀総長の梅津義次郎。重光は天皇と日本政府、梅津は大本営を代表しての署名となります。連合国側はアメリカなど各国代表の署名がありますが、一行空いていますね。カナダ代表が位置を書き間違えたんです。以下、一行ずつずらして修正しています。そんなことがあったんですか。ちなみに、この時の戦艦ミズーリには、ペリー来航時の星条旗が飾られていたそうです。日本では8月15日が終戦の日として知られていますが、正式な戦争終結は9月2日と言えます。アメリカをはじめ連合国側の多くは、9月2日かその翌日を対日戦勝記念日としました。ともかくもこれで、1937年の日中戦争勃発以来、約8年に及ぶ戦争が終わったんですね。降伏文書の調印まで見てきましたが、ここからまた海外からの軍隊や民間人の帰国が始まっていきます。今年は終戦80年だから関連する展覧会なども企画されていますよね。このサイトを見てください。アジア歴史資料センターがインターネット特別展を開催しています。ちょうど公開されていますね。これからみんなで見てみましょうか。プロジェクターで投影しましょう。
その前に皆さん、コーヒーのおかわりはどうですか？